こんにちは。引っ越しで書道家の清水勝信です。今回は横画のキスの書き方をご紹介します。小筆や筆ペンの選出が向上すると思います。ぜひ最後までご覧ください。それではよろしくお願いします。まず基本的に横画の起筆は3種類使い分けてます。細かく挙げるとねもっとあるんですけれども、まずこの3種類ですね。で1つ目が一番基本的な書き方なんですけど、45度でこうドンと入れてしっかり止める。これ1つ目ですね。で2つ目が起筆止めずにスッて入れるだけ。収筆は止めます。で3つ目が上から筆を入れるようなこういう入れ方をしてます。逆筆でねもう完全に反対側からこう入るのもありますけれども、やってることは同じです。僕は上から入れるようにしてます。逆筆ではなくて。一応ねこの3つがあるということをちょっと前提としてお話を進めていきたいなと思います。でまず1つ目のこの45度でドンと入れる書き方なんですけど、この数字の1もそうなんですけれども、他には例えば下とかね、あとは画数の少ない字といえば、あとは例えば10とかね、比較的画数が少ない文字で横画を強調したいときにこの45度でドンと入れる書き方をしています。では具体的にどうやっているかというと、まず45度で入れますよね。ドンと入れます。でこっから少し送出の時に穂先をね上の方に上げるというか力を抜くというかね、で最後に押さえ直す。だからここ太くてここ細く、送出細くて最後にまた太くなるという形だと思ってください。で次にこの止めずにスッて入れる入れ方ですね。でこれはどうしているかというと、数字の2がね分かりやすいと思います。漢数字の2が分かりやすいかなと思うんですけど、漢数字の2の場合は1画目がスッてこう止めずに入れてます。で2画目は45度で強調した最初に言った横画の書き方、起筆の書き方をしています。でこれやることによってどうなるかっていうと、これ上に沿った線でこれ下に沿った線で、要するに両方とも反り合ってるっていう形になるんですね。そういう時によく使います。こう上に反る時。あと非常にね実は頻繁に使うんですね。で例えば目って書いた時に今もうこの3本もう全部止めてないですよね。僕たちやってるこの細字、実用書で使う細字、ちっちゃい字っていうのはあんまりこう細かい部分も、例えばドンってやっちゃうとちょっとなんかしつこいというか重いというかなってしまいますので、そういう細かい部分はもう起筆はスッて入れるだけでいいかなと思います。はい、そして3つ目のこの上から入れる場合で、これはどういう時に使うかっていうと、例えば
衣って書いた時のこの鍋蓋ですね。鍋蓋のこの部分とか、井戸の「井」ですね。これの横角なんかでよく使ってます。どういう時かっていうと、横角がね、細くて長い時に使うことが多いです。で、別に45度で入れてもらっても構わないんですけど、例えば、その衣だったらね、45度こう入れてもいいんですよ。45度で入れた場合、ここの部分がね、ここから横角がスタートしてるって考えると、この部分、筆を入れた部分が左側に出るわけです。で、これを理解していれば問題ないです。別にこれで使おうが、こっちで使おうがいいです。ただ、そうじゃない場合は、この部分長くなることがね、文字としてのバランスが崩れちゃうかもしれないって思うときは、こっちで上から入れた方が、ここからも横角スタートになるんで、僕はバランスが取りやすくなるのではないかなと思ってます。あと、例えば、ごんべんの字。ごんべんでもよく使ってます。例えばこっちにね、なるって書けば誠って字になりますけど、ここですね。これもさっきと言った理由は同じですね。ごんべんは別に45度でこうやって入れても構わないんですけれども、これはこれでね、一つでかっこいい形になるかもしれないんですが、この部分がね、僕は左に長くなっちゃうっていうふうに思うので、こっから横角、そのままキスの位置から横角がスタートするという意味で上から入れてます。今ね、どちらでもいいとは言ったんですけれども、本当そうで、状況によって使い分けたりもしてます。例えば、漢数字6って書いた場合、これも鍋蓋ですけれども、別に45度でこうやって強調して少し強めに書いても、これはね、一つの形としていいわけです。だけど、やっぱりちょっと尖らせたくないなとか、左に伸ばしたくないなと思うのであれば、これでもいいわけですよね。少し大きめに書くときはこっちとか、で、細かくちっちゃく書くときはこっちとか、そういう使い分けもしています。どちらも正解ということですね。どちらも正解というとね、逆にちょっと混乱するかもしれないんですけれども、時々によって書いています。あと他には横角の多い字ですよね。例えば書道の書のここね、長くするんですけど、45度でこうやって入れても別に構わないですよね。で、後でついでに説明すると、書って字は横角多いんですけど、これ主角って言って主役の角なんですね。主役の角なんで、こっち別にね、伸ばしてもいいんだけど、ここ伸ばさない方がいいのかなと思います。主役2人いない方がいいので。はい、ちょっと話戻しますけど、これ今45度で入れましたけど、別にこれでもいいし、上から90度でこう入れてもらってもいいわけです。ちょっとさらに説明すると、書道の書、筆順。これ、横角書いてから縦ですからね。これが正解です。これは標準的な筆順。非、これ書いちゃってから最後に縦でも正解です。ただ、これはこうではない。これは違う。と覚えておいてください。はい。あと、そうですね。例として、長いって例えば書いた場合。
長い横角ありますけど、この辺ね、もうほんと、スッスッス。さっき2番目に言った、起筆全く止めてないです。こういう細かい部分は止めない方がいいです。と思っておいてください。で、この長いやつ、長くて細いので、上から入れています。まあね、先ほども言いましたけど、どれが正解ということでもなくて、綺麗な字を書くための、工夫ですよね。の技術というかテクニックだと思ってください。最後になりますけれど、毛筆のちょっとね、綺麗に書くコツです。綺麗に書くコツは、とにかく力を抜くことです。で、力を抜くというのはどういうことかっていうと、まず筆を持つときに、もうほんとね、支えてるだけだと思ってください。ギューッとは絶対持ちません。もうグラグラです。倒れない程度で十分です。そして、こう線を引くときも絶対力まない。これがね、なかなか簡単そうで難しいんですけど、力まずに筆を置いたら勝手に45度になります。で、45度になって、下に押していけば太くなりますよね。で、力を抜いてトンと置くと細くなりますよね。細くて、点もちっちゃくなります。で、このまま横に行けば細い線になります。力は入れてません。で、太いのも下に押してそのまんま横に行けば太い線になります。で、一番最初に言った45度の起筆ですよね。穂先の動きが重要なんですけど、穂先の動きというのは上に行ったり下に行ったりすることで穂先をコントロールすることができます。で、それでどういうことかっていうと、45度で入れました。で、少し下に押してますよね。で、そっから少し筆を上に、穂先がね、上に行くわけです。だから細くなっていくわけですね。で、最後に止めるときはまた下に押すわけです。で、さらに押し直すと、しっかりした止めになりますけどね。これちょっと寸胴になっちゃったけど、これの変化がつけられれば、こういう細い、一つの線の中で太い、細いが出せるようになります。とにかく力を抜くことです。非常にね、もしかすると、書道というかね、こういう催事で一番重要な技術なんだけど、一番難しい技術かもしれないので、力を抜いて書くということをちょっと究極目標にしてやっていただければなと思います。はい。ということで、今日は横角の起筆について解説をしていきました。ちょっとマニアックな技術なんですけど、だいぶね、文字変わってくると思いますので、ぜひお試しください。以上、最後までご視聴ありがとうございました。